高知県の足摺岬に壮大な巨石群が存在しています。岩倉ハンター、平津豊が同人岩巨石群について説明します。足摺半島は縄文の欠如海見飾りをはじめ、土器や石斧が出土しており、縄文早期から人々が生活していた場所でした。直径が180メートル以上の円形の唐人ラバは、標高230メートルの山の中に存在しています。昔は、ひょうたんの形をしていて、石が並ぶ異様な光景でした。第二次世界大戦後、この場所は畑として使用されていましたが、畑のあぜには列石が残っていました。1977年頃に、その列石は埋められてしまいましたが、唐人ラバの中央部に3つの石が残っています。唐人ラバの周りにあった列石は、その間に他の岩石を積んで、イノシシよけの石垣としています。また、唐人ラバの入り口には、神石として崇めたと伝わる岩石が残っています。これは当時から動いていません。この列石が人の手によって並べられた人工物であることは言うまでもありません。フランスのブルターニュ地方にカルナック列石という遺跡がありますが、非常に似ています。カルナック列石は3000個の岩石が 3km も続いている列石で、紀元前2000年頃に作られたとされていますが、唐人ラバの列石と同様に目的は分かっていません。この足摺岬には白尾山というカンナビ山があり、その周りには不思議な岩石が点在しています。唐人ラバを見下ろすように白くそびえ立つ巨石群が唐人岩巨石群です。1991年頃に渡辺豊和氏がこの巨石群に最初に注目しました。その後、1993年10月25日と11月3日に古田武彦氏らは唐人岩に銀紙を貼って数キロメートル離れた展望台や海上から観察する実験を行いました。海上から太陽光が唐人岩に反射することを確認した古田氏は、唐人岩が縄文の灯台であるという説を発表しました。この説が渡辺氏の縄文光通信説に触発されたものであることは明白ですが、実験を行った古田氏の行動力には感服します。1997年には土佐清水市教育委員会から足摺岬周辺の巨石遺構という調査報告書が発表されています。唐人岩巨石群の入り口の左手に南のサークルと呼ばれている場所があります。岩石が渦巻き状に並んでいて、その中心の岩石には排除不潔が存在しています。このサークルと対をなすように入り口の右手に東のサークルがあります。こちらも渦巻きの配列をしており、ピラミッド状の岩石があります。この巨石群の中で最も大きな千畳敷岩は神の降臨時に巫女が神楽を舞った場所と言われており、神楽岩とも呼ばれています。千畳敷岩から南の方向を見ると、それぞれ別々の方向を向くように複雑に岩石が組み合わさっています。その中で亀石と呼ばれる特徴的な岩石は真南を向いていることから方位石かもしれません。千畳敷岩から北の方向を見ると複数の岩石がそびえ立っています。向かって左が坊主石で、この岩の上には人が座れるほどのくぼみがあり、巨大な排除穴ではないかという意見もあります。左の岩石は坊主石を包み込むように不自然に湾曲しています。中央の四角い岩石は斜めに倒れていますが、昔は立っていたと考えられており、表面には削られたような跡があります。その前の巨石は太陽を反射していた鏡石ではないかと考えられています。鏡石の前にろうそく石があります。上部は壊れて下に落ちてしまっていますが、
その曲線は非常に美しく、自然に形成されたとはとても思えません。鬼の包丁石という名前が付けられた切り立った岩石があります。このような巨石群の中には、なぜかよく見られる形状です。一つの岩石が割れて形成された二つの岩石が並んでいます。その岩石にはペグマタイトのラインが入っていますが、よく見ると、そのラインが右と左の岩石でずれています。つまり、この二つの岩石は自然に割れたものではなく、人の手によって移動させられている可能性があります。再生のエリアと呼ばれる場所には、亀石と名付けられた岩石を中心に、左側には二つに割れた母親を表す岩石、右側には父親を表す岩石があります。斜めに傾いた岩石の下に倒れないように支え石がかましてあり、右の岩石の下に潜り込んでいます。これもまた人為的な構造と考えられます。細岩石と呼ばれる石組みの後ろの岩石はペグマタイトのラインが入った赤色の岩石です。これに対して前の2つは青色の岩石で岩質が異なっています。古代人が別の場所から岩石を運んできたとしか考えられません。同人は巨石群の入り口の巨石は台座を含めて4段の岩石が複雑に重なっています。岩石は2箇所で噛み合っていて、いかにも不自然な石組みです。ここまで、同人は巨石群を観察してきましたが、一般の学者たちは、自然の摂理による割れと、風化で取り残された残存地形であり、古代人が作り出したものではないと結論付けています。しかし、この同人は巨石群に対して、姫路工業大学の森永隼教授と、神戸大学の井口博夫教授によって、古地磁気調査が行われました。岩石は、生成時の地球の磁場方向と平行な残留時価を獲得します。そのため、同じ時代に形成され、同じ地方に分布する岩石の間に、相対的な移動がなければ、それぞれの岩石が持っている残留時価の方向は同じになります。したがって、巨石群の配列が残存地形であるのか、移動や回転を経てきたものであるのかどうかは、岩石が記録している残留時価を調べることで判断できます。古地磁気調査の結果、同人では、細岩石、ストーンサークル、大岩と大座石など、調査したほとんどすべての岩石の古地磁気の方位が異なっていることが判明しました。もちろん、この結果は、岩石が移動や回転を行った後に、現在の位置にあることが判明しただけで、古代人が岩石を動かしたことを示す直接的な証拠ではありません。しかし、巨石群の配列が自然の摂理による割れと風化によって取り残された残存地形であるという学者たちの説は、この調査によって科学的に否定されたのです。